スーパーとみよこんにちは、ロビンです。テルルだよ。ぬわどうしたんですか急に。会社の上司から受けたパワハラの証拠を文字起こししてるんだけど、めちゃくちゃ大変すぎる。紙爆弾は質より量ですからね。そんな時はこれを使いましょう。オープン AI 社のウィスパーです。妖怪ウォッチ的なやつ、どんなことができるのでウィスか？音声や動画データの会話をテキスト化、そして英語への翻訳ができます。つまりボイスレコーダーの録音会話を文字に起こしたり、 YouTube の動画用字幕を作ったりできるんだね。ウィスパーはチャット GPT で有名なオープン AI 社が22年9月にオープンソースとして公開した音声認識 AI です。登場からだいぶ経っていて誰もが自由に使えるはずなのですが、ウィスパーの使い方などで検索してもアナコンダやジュピターなどの Python の実行環境を前提とした解説が多く、プログラム知識ゼロな人向けの解説がほとんどありません。無料でローカルなら使い放題なのに、あまりにももったいないです。本来音声の文字起こしは証拠の保全や議事録作成、動画の字幕作成など需要がありますが、それなりに労力を要する作業でもあります。でもそれがウィスパーなら容易にできちゃいます。というわけで今日はこのウィスパーをローカルに構築して YouTube の字幕作成を例にその使い方について紹介したいと思います。必要なものを用意しよう。オープン AI の GitHub にアクセスして必要なものを確認しましょう。なるほど、わからん。読み解くと Python と Git は当然として PyTorch と FFmpeg というものを用意すれば良さそうです。PyTouch。ただしこのうち PyTorch は仮想環境で集めてしまえばいいですし、さらに画像生成 AI のステーブルディフュージョン WebUI オートマチック1111を構築済みの方は Python と Git もすでに導入済みなので FFmpeg だけ用意すれば OK です。 Python と Git がまだ入っていない人は概要欄に手順を書いておくので、それを参考にインストールしてくださいね。 Python と Git がインストール済みという前提で話を進めていきますね。まずは Whisper を構築する場所を決めます。好きな場所で構いませんが、例として D ドライブ直下に Whisper というフォルダを作ってそこに構築することにします。フォルダの中でアドレスバーの余白をクリックしてパワーシェルと入力します。これでここをカレントフォルダとしてパワーシェルが起動します。このようになっているはずです。そしたらこの動画の概要欄を開きます。環境構築用コマンドを貼っておくのでそれを順番に入力してください。pip インストールの2つはダウンロードが入るので時間がかかります。4つのコマンドが打ち終わったら最後に Whisper と打ってみてください。この画面のように入設置、つまり使い方が表示されたら Whisper のインストールは完了です。次に FFmpeg を用意しましょう。FFmpeg.org にアクセスします。左上のダウンロードをクリック。 Windows アイコンにカーソルを合わせると保管庫の一覧が表示されるのでそこから拾ってきます。今回は下のビルドバイ BTBN からダウンロードしてみます。 GitHub に飛ぶのでレイテストバージョンの中からファイルネームに Windows64 ゼネラルパブリックライセンスと入っているものを探します。この動画作成時の時点では無印版とシェアード版がありますが、どちらでも良いです。今回は特に意味もなく無印にしておきます。ダウンロードできたら右クリックから全て展開して解凍します。ダウンロードフォルダ内のままだとクリーンナップで消されてしまう可能性があるので好きな場所に移動します。とりあえず C ドライブ直下にポン置きしてみました。置き場所が決まったらパスを通します。 Windows の設定を開いて検索窓で環境変数と検索します。ユーザーの環境変数が表示されるのでパスをクリックして編集ボタンを押します。そしたら新規ボタン、参照ボタンの順でクリックしてさっきの FFmpeg の P フォルダを指定します。するとこんな感じで環境変数の一覧に FFmpeg の bin フォルダが追記されます。できたら OK を押して終了後、デスクトップでコマンドプロンプトかパワーシェルを開きます。そしたら FFmpeg と打ってこのようにバージョン情報や使用可能なコマンドがずらーっと出てきたらちゃんと Windows 側で FFmpeg を呼び出す準備ができている証です。やったー、早速使ってみよう。Whisper のライブラリと FFmpeg 本体が揃ったので早速使ってみましょう。使い方はとても簡単で仮想環境 BNB をアクティブにして Whisper コマンドを入力するだけの2ステップです。
Python のお決まりコンボだね。まずはコマンドを作りましょう。この動画の概要欄に日本語での文字起こしのひな形を書いておくので、コピーしてメモ帳あたりにペーストしてください。こんな感じになるかと思います。コマンドの意味はウィスパーさんにミディアムモデルを使って日本語でこの音声または動画の文字起こしをしてくださいという意味です。モデルって何ですか？音声認識に使う AI の強さだと思ってください。タイニーからラージまでの5種類、そして後から追加されたラージ V2 があります。それぞれで要求されるグラボのビデオメモリ量が異なるので、自分のパソコン性能に合わせて選んでください。ただしタイニー、スペース、スモールの回3つは軽いですが、正直性能は今一つなので、可能であればミディアム以上がおすすめです。今回は最も重いラージ V2 にしてみます。ひな形のモデルの部分をミディアムからラージ V2 に書き換えます。そして文字起こしするファイルですが、前回作ったローラ学習の動画の冒頭2分間のクリップを文字起こししてみたいと思います。対象の音声または動画を右クリックしてパスをコピーします。ひな形のファイルの部分に貼り付けます。なお、ウィスパーはルートやファイル名に日本語が入っていても大丈夫です。意味はウィスパーさんにラージ V2 モデルを用いて日本語で F ドライブにあるこの MP4 ファイルを文字起こししてくださいという意味になります。これでひな形が完成です。ウィスパーを立ち上げます。インストール時に作ったフォルダの中でパワーシェルを起動します。起動したら同じように BNB アクティベートと入力して構築した仮想環境をアクティブにしておきます。そしたら作ったひな形をペーストしてエンターします。初回はモデルのダウンロードが行われるので時間がかかりますが、しばらくするとこのように動画内の音声が文字に起こされていきます。我々の会話がテキストになっとる。私たちは合成音声で発話がはっきりしているのもあるのですが、会話のほぼ 100% が認識されています。効果音や BGM が入っていても的確に人間の声だけ抽出してくれています。正直恐ろしいレベルです。間違いなく史上最も優れた日本語文解能を誇る音声認識ツールと言ってよいでしょう。完了するとインストールフォルダ内に様式が異なる複数のテキストファイルが生成されます。 YouTube で使うことになるのは SRT ファイルになると思います。さすがに専門用語は弱いので、その部分を修正してやれば日本語字幕は完成です。10分くらいの動画であれば検索時間入れても15分程度で作れるんじゃないかなと思います。次に英語用字幕を作ってみましょう。上書きされてしまうので作った日本語字幕は一旦片付けておきます。英訳は簡単で、先ほどのひな形にタスクトランスレートと追記するだけです。これだけでいいの？するとこんな感じで先ほどの日本語の文字起こしを英語に訳したテキストが生成されます。ただし英訳の精度はディープルよりはマシかなレベルなので、ある程度の修正は必要になります。生成した字幕を YouTube にアップしてみるとこんな感じです。投稿者からすると字幕ファイルの作成は正直めんどくさい作業なのですが、ウィスパーを使うことで相当負担が軽減されます。英語も単語を拾えるだけで理解しやすくなるので、日本語話者以外にもアプローチできるね。ウィスパーでは音声の言語での文字起こしと英語への翻訳しかできません。しかし文字にさえ起こしてしまえばチャット GPT で要約してまとめや議事録作成が容易になるし、中国語など他の SVO 言語への翻訳は日本語からよりも一旦英訳してからの方が精度が高いので、ウィスパーを間に挟むだけでワークフローの効率化が行えます。地味だけど縁の下の力持ち的な AI なんだね。しかもこれオープンソースなので無料だし、ローカルに構築してしまえば使い放題です。ぜひ有効利用したいところですね。今日は音声認識 AI のウィスパーをローカル環境に構築して YouTube 用の動画クリップの文字起こし作成を例にウィスパーの使い方についての紹介でした。今回はこの辺りで、また来週。ちゃんと飯食えよ。